今週の読書の振り返りです。今回は又吉直樹さんの生きとる輪で印象に残ったシーンについて少し話そうと思います。先にシーンの背景を説明すると、主人公の岡田は不倫をしていて、相手の関係者から金銭を要求されていました。で、妻はそんな夫の裏切りを分かっていながらも、弱みにつけ込んで金を取ろうとする相手に毅然とした対応をとって、結果的に岡田を救います。で、その後自宅に戻った2人がこの件について話している時の妻のセリフです。それでは読んでみます。そうやってすぐに弱さに責任を押し付けるような。妻の声が震えた。自分の弱さというのもこすいと思うねん。ほんまに弱さなん。図太さじゃなくて、人間の弱いところとか言われたら許さなあかんみたいになるやん。ほんなら大切な人を裏切らずに真面目に生きてるうちらはなんなん。あんたと違って図太いだけの繊細さに欠ける人間とでも言うの。そんな時だけ弱さとかいう言葉に逃げるのやめてよ。それに無理やり共感させられるのしんどいっていう一文なんですけど、よくぞ言ってくれたなっていう感じがしましたね。で、これは岡田の不倫に限った話じゃなくて、弱さを言い訳にすることで相手に許しを強要する、そのずるさみたいなものっていうのも自分も前から感じていたので、なんか共感できる部分はありました。で、特にここ最近強くなったんですかね、その感覚が。っていうのもなんか年を重ねていくうちに、気がつくと弱さなんて簡単には出せなくなっていて、その反動っていうか、もしかしたら弱さをさらけ出すこと自体に羨ましさをちょっと感じてる部分がもしかしたら自分の中であるのかもしれないなっていう気もしました。ただ弱さを吐き出すことは、相手に何かしらの負荷を押し付けることでもあるのかなっていうふうには考えていて、なので岡田のような自分の弱さを簡単にさらけ出す人間にはやっぱりどこかずるさを感じてしまう部分はありますね。そうですね。歯を食いしばって必死になんとかしようとしてる自分っていうのがいて、そんな自分は何なんだっていう感じになっちゃうので、岡田の妻に自分の感情を乗せて読んでいる感じがしました。はい、以上、今週の読書の振り返りでした。今週も最後までご視聴ありがとうございました。